半径3メートル以内に近づかないで。義妹であるエミちゃんに言われ、苦笑いを浮かべる。相当嫌われているな。でもまあ、これは今に始まったことではない。エミちゃんは、俺が妻の久美子と付き合っている時から俺を非難し、結婚に反対していたのだ。俺がエミちゃんに初めて会ったのは10年前。彼女はまだ高校生だった。久美子とエミちゃんは一回り年が離れている。母親はエミちゃんを産んですぐに亡くなってしまい、エミちゃんにとって久美子は姉というだけでなく母親に近い存在だった。はじめまして、久美子さんとお付き合いさせてもらってます。月下修二です。緊張しながら挨拶した俺に、エミちゃんはそっけなく、どうも。一言返しただけだった。その後、俺は仕事で忙しく、エミちゃんと会うことはなかった。それはエミちゃんだけではなく、彼女の久美子もそうだった。いくら仕事が忙しいからって、デートどころか連絡もできないなんておかしいんじゃないですか？あなた、何の仕事してるんですか？何年かぶりにエミちゃんに再会した場で、俺は彼女に激高され問い詰められた。病院の事務をしています。そう答えた俺に、エミちゃんはますます声を荒げた。病院事務が激務なはずないじゃない。それって、あなたがお姉ちゃんを大事にしてないか、よっぽど無能ってことでしょ。それほど久美子のことを放っておいたのだから仕方ない。そんなだから、結婚の挨拶に伺った時も不機嫌だった。私は、お姉ちゃんをほったらかして平気な人との結婚なんて認めない。こんな人がお姉ちゃんを幸せにできるなんて思えない。父親に咎められても、俺がこれからは心を入れ替えてお姉さんを大切にしますのでと言っても耳を貸してもらえない。エミ、結婚するのはあなたじゃなくて私でしょ？私は修二さんとなら幸せになれると確信して結婚を決めたの。あなたに反対されたとしても意思を変えるつもりはないから。久美子にそう言われたエミちゃんはわっと声を上げて泣き出した。大好きな姉に裏切られた気持ちだったのだろう。そこまで言われたエミちゃんは俺たちの結婚に反対の声を上げるのを諦めた。だがその後、久美子の父親が危篤となり、駆けつけることができなかった俺は、再びエミちゃんに責められることに。お姉ちゃんが助けを必要としてる時に、婚約者のあなたは何してたわけ？あなたは家族でも何でもない。怒りが収まらないエミちゃんを、久美子が説き伏せる。エミ、修二さんが私のことをとても心配してすぐに駆けつけたかったってことは私がわかってるからいいの。それを聞いても、エミちゃんは俺を睨みつけるのをやめなかった。結婚式当日。お姉ちゃんすごく綺麗。幸せになってね。ウェディングドレス姿の久美子にエミちゃんが話しかける。エミちゃんが来てくれて嬉しいよ。俺の言葉は無視し、そっぽを向かれた。それからほどなくして生まれた息子に、エミちゃんは大喜び。積極的に甥っ子の世話をしてくれたが、俺との距離は相変わらず縮まることはなかった。今日俺が家族で訪ねたのは、エミちゃんの婚約をお祝いするためだったのだが、彼女に冒頭のセリフを投げかけられたのだった。エミ、まだ修二さんにそんな態度を取るの？修二さんは夫として父親として私と太一を精一杯支えてくれているわ。今度修二さんに失礼なこと言ったら私が許さないから。久美子に言われて頬を膨らませる。俺はそんなエミちゃんに笑いを浮かべ、今日来た目的を告げた。エミちゃんが結婚したらなかなか家族で出かけられなくなるだろうし、婚約のお祝いで旅行に行こうと思うんだけど、どうかな？久美子が続ける。修二さんが休暇を取って旅行の手配をすべてやってくれたのよ。
エミちゃんの目は、俺がいなければ行きたいと言っていた。エミ、僕と旅行行かないの？太一がエミちゃんの腕を引っ張る。行くよ、行く。太一がいるんだもん。大好きな甥っ子に言われたエミちゃんは慌ててそう答える。それを見て笑った俺に恨めしげな視線を投げつけた。何よここ、お店も観光スポットもなんもないじゃない。俺が旅行先に選んだのは離島だった。島に一つしかない旅館に着いた途端、エミちゃんが文句を言う。海が綺麗で自然豊かないいところじゃない。久美子は俺に微笑み、太一に話しかける。太一、エミに遊びに連れてってもらったら？エミ行こう。大喜びする太一に引っ張られ、エミちゃんはしぶしぶ出て行った。久美子と二人きりになると、彼女が俺に手を伸ばす。こんな風に家族でゆっくり旅行できる日が来るなんて思わなかった。私のことを思って職場を変えてくれて本当にありがとう。でもよかったの？あんなにやりがいのある仕事だって言ってたのに。久美子の手を握る。守るべき家族がいるからな。太一の成長を近くで見守れている今、これでよかったんだって強く感じるよ。目を合わせ、自然と肩が触れ合う。どんなに離れていても、どんなに長く連絡ができなくても、久美子は不平不満を言わずに、ずっと俺を信じて支え続けてくれた。久美子と結婚して感じた幸せは、太一が生まれたことで、より一層大きくなった。家族で過ごす時間は、本当にかけがえのないものだな。それからしばらく経ち、ドタドタと階段を登る音が響いてきた。パパ、ママ、エミが。今にも泣き出しそうな太一の表情に緊張が走る。太一、エミちゃんのところまで連れてってくれるか？努めて冷静に引くと、太一が瞳に涙を浮かべながらも気丈にうなずく。真っ青な顔で震える久美子に、ここにいていいからと言ったが、自分もついていくと答えた。俺は持ってきたカバンを手に取ると部屋を後にした。エミちゃんを確認した久美子が短くうめく。彼女は崖の下に倒れており、胸に枝が深く突き刺さっている状態だった。僕が落ちそうになって、エミが助けてくれて。そこまで言った太一がわっと泣き出した。泣くのを限界までこらえていたが、耐えきれなくなったのだろう。すぐに救急車を呼んでくれ。俺は久美子に言うと、慎重に崖を降り始めた。かなり急なので、少しでも気を抜いたら足を取られてしまう。なんとか下までたどり着き、エミちゃんに声をかける。エミちゃん、聞こえるか？朦朧としているものの意識はある。両手や膝に切り傷を負っていたが、何よりひどいのはやはり胸だ。見上げるとぽっきり折れている枝があり、あそこに刺さったらしい。エミちゃんが枝に手をかけ抜こうとする。ダメだ！抜いたら出血するし、臓器が傷ついている可能性もある。周りを折って固定するから。手早く持っていたカバンを開け、包帯を取り出す。手際よく巻いていく俺に、エミちゃんが目を丸くして俺の動きを見つめている。すぐに助けが来るから頑張るんだ。彼女は素直にうなずいた。やがて車が到着したが、救急車ではない。診療所の番だ。出てきたのは若い看護師の女性と老齢の男性医師。なんとか俺と久美子と看護師でエミちゃんを崖の上に運んだものの、医師は困った表情を浮かべた。私は内科医なので、手術をするには彼女を本島に運ばなければいけません。本島に渡るフェリーは最終便が出た後、船を持っている当人に頼んだとしても何時間かかるかわからない。エミちゃんの顔は蒼白となり、
呼吸が苦しそうで、固定した包帯から滲んだ血はどんどん広がっていた。診療所はどこですか？俺が手術します。俺の言葉にエミちゃんが驚きの眼差しで見つめる。久美子はそんな彼女に力強くうなずきながら手を握り、医師に伝えた。夫は外科医です。それに前線医療も経験しているので、必ず妹を助けてくれるはずです。エミちゃんをバンに運び、診療所の住所を聞くと、急いで宿に戻る。宿の人に事情を説明し、診療所まで運転してもらうことに。到着すると、すでにエミちゃんは手術台に寝かされていた。診療所には外科手術に関わる器具や機械が十分とは言えないもののあったためほっとした。手術着と帽子、マスク、手袋を渡す看護師の手が震えている。私、実習でしか手術の経験がなくて、うまくサポートできるか自信がないんですけど。俺は彼女の目をまっすぐに見つめた。今ここにいるのはあなたと先生と私しかいません。彼女を救えるのは私たちだけなんです。私が細かく指示をするので、どうか落ち着いて対応してください。看護師は涙目になりながらもうなずいてくれた。手術台に立ち、エミちゃんを見下ろす。エミちゃんは、俺が必ず助けるから。それから5時間後、手術室を出て待合室に行くと、久美子がハッとして俺に駆け寄る。エミは？俺はマスクを外し、微笑んだ。手術は成功だ。枝が臓器を逸れていてよかった。しばらくは安静にしていなければならないが、大丈夫だ。久美子はへなへなと床に崩れ落ちた。太一は疲れ切った顔でベンチで寝ている。起きたら、エミちゃんが無事だと知らせよう。エミちゃんはここで2週間療養することになり、久美子と太一は付き添いで残ることに。俺だけ仕事のため先に帰ることとなった。おはよう。体の具合はどうだい？病室を覗くと、エミちゃんが俺に目を向ける。あちこち痛いけど大丈夫。太一を命をかけて守ってくれてありがとう。もし太一を失うことがあったら、俺たちは生きていられなかった。俺が頭を下げてお礼を言うと、エミちゃんが首を振る。私こそ命を助けてもらった。ねえ、どうして、言ってくれなかったの？エミちゃんが言いにくそうに俺に尋ねる。実は、俺は小学生の時に母が癌になり、それを克服した体験をきっかけに医師になることを目指し、防衛医科大学を卒業して医師免許を取得した。卒業後は防衛医大や自衛隊中央病院で研修医に。そこで医学の基礎を学び、自衛隊基地の衛生隊で3年間勤務。その後は防衛医大の心臓、血管外科にて専門研修を受けた。久美子と出会ったのはその時だ。君たちのお母さんは心臓疾患で亡くなっただろ？だから久美子は俺の仕事を応援してくれていたんだ。専門研修を受けている際も実習や勉強、研究などで忙しく、久美子とはなかなかデートができないし、連絡も取れない状態だった。そんな中、俺は世話になっている教授からアメリカ留学を打診される。もっと最新医療について深く学びたいと思っていた俺は心が大きく揺れた。けれど、久美子と離れることを申し訳なくも思っていた。何を戸惑う必要があるの？せっかくのチャンスなんだから行けばいいじゃない。いいえ、行くべきよ。久美子の後押しを受け、俺は渡米を決意。その前に彼女の親に会って挨拶をしたいと、初めて彼女の実家を訪れた。そこでエミちゃんと初めて会ったのだった。俺は2年間米軍で過ごして前線医療を経験し、特殊作戦部隊の衛生を学んだ。特殊な仕事だったため、帰国もままならず、久美子への連絡が全くできない期間もあった。それでもいつも久美子は俺を明るく励まし、支え続けてくれた。
帰国後、俺は陸上自衛隊特殊作戦群の衛生部門に配属され、自衛隊中央病院外科に勤務。その間に戦地での復興支援要請が回ってきた。強制ではなく志願だったが、俺はアメリカで学んだ前線医療の経験を活かしたいという思いもあったし、一人の医師として自分にできることがやりたかった。その時にも背中を押してくれたのは久美子だ。どうか助けが必要な人たちのために言って。でも一つだけ約束。必ず生きて帰ってきて。俺は久美子にうなずくと彼女を強く抱きしめた。俺にとって人生を共にする人は彼女を置いて他にいない。無事に帰国したら彼女にプロポーズしようと心に誓った。そうして無事に帰国できた俺は、久美子、俺と結婚してほしい。久美子にプロポーズし、彼女は泣きながらうなずいてくれた。結婚の挨拶の際、久美子の父親には自分が特殊部隊の外科医であること、結婚したら東京の総合病院の心臓血管外科で働き始めることを伝えた。どうか娘をよろしく頼む。それは寡黙な義父が俺にかけた最後の言葉となった。義父が既得との連絡を受けたとき、俺はちょうど大きな手術の最中。10時間にも及ぶ手術を終えて疲労困憊な中、義父の逝去を知り愕然とした。なぜ駆けつけられなかったのか、エミちゃんに責められても、俺は真実を話すことができない。エミちゃんに申し訳ない思いでいっぱいだった。その後、結婚して特殊部隊の外科医ではなくなった。だが俺は、久美子と恋人だった時に、エミちゃんに病院事務をしていると話している。今更、実は外科医だし、元特殊部隊の外科医だったとは言えなかった。ずっとエミちゃんに嘘をつき続けてごめん。するとエミちゃんは、謝るのは私の方だよ。と言った。私、お姉ちゃんをずっとないがしろにしてるあなたのことが憎かった。私の大切な人を大切にしてもらえないことが悔しくて仕方なかった。でもそれは、私の誤解だったんだね。いつの間にか来ていたのか、久美子が俺の隣に立つ。エミ、これまで真実を伝えられず、誤解させてしまってごめんなさい。でも分かって。修二さんもエミに話せず、苦しくて歯がゆい思いをしていたの。俺は久美子の肩を抱いた。俺は今まで久美子に信じて支えてもらって好きなことをやってきた。でも結婚してからは家族の時間をもっと大切にしようと思ったんだ。それはエミちゃんのおかげでもあるんだよ。私の？驚くエミちゃんにうなずく。こんなに大切に思われている久美子を不安な気持ちにさせるのはやめようって思ったんだ。そして太一が生まれて、その思いはもっと強くなった。実は、ここに旅行に来たのも理由の一つなんだ。東京の総合病院は命の危険はないものの、病院長や教授などの人間関係でギスギスしているのが苦痛で仕方ない。手術や学会をこなしながら先進医療についての論文発表などで期待したほど家族との時間は作れない。そんな時に僻地での医師不足を知り、前線医療について学んだ自分なら幅広い怪我や病気にでも対応できるし役に立てるのではと思った。それだけでなく、自然に溢れた土地に引っ越すのは太一にとってもいいのではないかと、久美子と話し合ったのだった。この日、ウェディングドレス姿に身を包んだエミちゃんを見た瞬間から、久美子は涙ぐんでいた。母親代わりだった久美子にとっては、娘を嫁がせる気分だったのだろう。新婦の手紙では、エミちゃんは亡き両親だけでなく、姉への感謝を綴った。そして最後に、お兄さん、どうかお姉ちゃんのことをよろしくお願いします。ハンカチを目尻に当て、頭を下げる。初めてお兄さんと呼ばれた俺は、不覚にも涙を流し、涙と笑顔あふれる素晴らしい披露宴となった。現在、
俺たちは家族旅行で訪れた離島に住んでいる。決めたのは俺でも久美子でもなく太一だった。エミちゃんが療養している2週間、島の人が代わる代わる世話をしてくれて、子供たちもその中にいた。島の子たちと遊ぶうちに、太一はここに住みたいと強く願うようになったのだ。引退を考えていた診療所の医師から歓迎され、俺たちは島の人々に温かく受け入れられた。診療所で患者さんを見たり、話を聞いたり、車で島を走り回る毎日を送っている。お世話になった島の皆さんにお礼するために、お兄さんのところに今度遊びに行くからね。エミちゃんに言われ、俺と久美子は笑顔でうなずいた。